はい、この動画では、肩の筋肉、肩甲骨のアプローチを、紹介しようと思います。で、肩を動かす時に肩甲骨の動きっていうのは非常に大事になってくるんですね。肩は大事なんだけど肩甲骨が一緒に動かないと肩の可動域を獲得できないので、今日は肩甲骨にひっついている筋肉のデモンストレーションをしようと思います。右肩上げます。こんな感じで可動域的には悪くないんですけど、僕がこの腕を持った時に、胸周りだったり後ろに制限が感じるので、前と後ろをお見せしようと思います。可動域的に多分小胸筋が硬いので、小胸筋っていうのは大胸筋の奥にある筋肉で、肩甲骨の動きでめっちゃくちゃ大事な筋肉です。大胸筋の奥にあるんですが、大胸筋をすっ飛ばして働きかけてるイメージでいきます。これで上げます。ここの張りが減った感じですね。この腕がすっきり上がる感じがします。で、この後、この後ろの面もやりますし、あとはこの横にある前鋸筋っていう筋肉も非常に大事になってきますので、こっち上で横向きになってください。で、横の可動域をチェックしておきます。この辺りですね、広背筋とかこの前鋸筋の周りが硬いですね。広背筋っていうのは肩の関節の筋肉なんですけど、肩甲骨の動きにも関わってくるので、この辺りワークします。で、チェックします。スムーズに動くようになっていると思いますね。あとは前鋸筋っていうこの脇の筋肉ですね。ここの筋肉も肩甲骨の動きでめちゃくちゃ大事な筋肉です。腕閉じます。今僕の手が隠れて見えませんが、脇の下、肋骨の上っていう感じでワークをしています。ではチェックします。かなり柔らかくなってますね。この脇の伸びっていうのができたと思いますし、肩甲骨の動きも良くなっていると思います。もうちょっとだけね、この後ろ働きかけます。ではチェックします。いい感じです。仰向けになってください。で、仰向けの状態でもう一回腕のチェックします。かなり上がるようになってますね。もうちょっとだけこの辺りですね。上げます。かなり伸びるようにはなっていると思います。こんな感じで肩甲骨にひっついている筋肉っていうのは肩の動きに対してめちゃくちゃ大事な筋肉なんですと。今日はちょっとね、肩の筋肉もちょっとやりましたけど、肩甲骨メインでやってみるとこんだけ可動域が上がりますよということで、この動画を気に入っていただいた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。